正直な自分、ありのままの自分というのは、人に優しくしようと思いながら話をしている自分が自分に嘘をついているように感じる。これがありのままの自分です。仏教は知恵と慈悲の教えと言われます。ブッダが自悲心を育てなさい。そうわざわざ分かりきったようなことを何度も何度も繰り説してお弟子さんたちに説かれた理由は、多くの人が人に優しくしようと思ってもなかなかそうできないからなんです。そう。人に優しくするっていうのは、自分の本能に従うのであれば、なかなか簡単なことじゃないんですね。多くの人が自我がありますから、人にもちろん優しくしている。だけども、どこかでそれはメリットを考えながら、これをあげたらどれぐらいリターンが返ってくるかなとかね。こうしてあげたらこういうふうにして感謝されるかなとか。これ全部自分の利益とか自分への称賛とか自分が認めてもらうためにとか自分を愛してもらうために、つまり自分のためにやってる。なのでどこかで嘘をついているように思う。自分が人に優しくしているってことが本当に自分が優しくしているじゃなくて、何かこれ嘘をついているような気がする。だけども優しい人のふりをしてやっている。そう。これは嘘をついているように思うとか、ありのままの自分。それがありのままの自分なんですね。で、大事なことは、このありのままの自分ということを認められることです。なかなか優しくできない。本当の意味での優しさっていうのが持てない。どこかで自分のことを考えてしまう。正直です。それがありのままの姿です。で、これをそうであるのに、自分はとてもとても優しい人のようなふりをしてしまう。そう。ありのままの自分というのは、人に優しくしていながら、実は本当は自分のメリットを考えている自分。これを素直に認められるということです。じゃあ、人に優しくしないのか。違うんですね。この自悲心というのは放っておいてできることじゃないんですよ。どうしたって自分が一番可愛いので、家族を大事にするとか恋人を大事にするっていうのはこれ自分を大事にしていることと一緒なので、そう、自分のあくまで延長としての家族、自分の延長としての恋人なので大事にしているんですよ。だからひとたび関係が崩れれば赤の他人になったり殺してしまったりずっと恨んでたりするわけですから。なので家族を愛するとかっていうことはこれはもう本能的にやることなんですね。でもそうじゃない。本当の意味での自悲心っていうのはそれをあえて何度も何度もブッダがお弟子さんたちにやっぱり説かなければならなかった理由は、放っておいて自然と人に優しくする。人のことを本気で思うってことはなかなかできないからなんですよ。そう。できる人もいますよ。だけどなかなか普通できないから。だけれども人間は人間との関係の間で生きているわけですから、自分のわがままとか自分だけのことを考えてっていうことで生きていったらどうなるかって言ったら、みんながみんな自分のためにって言って我とかがぶつかってしまうわけですね。そこで戦争が起きたり殺し合いが起きたりってことになる。そうすると結果的に自分にとってもメリットもなくなっちゃうわけですよね。なのでこの自我を離れて人に本当に自悲心を持って接するということを訓練しなさいというふうにしてお釈迦様はおっしゃったわけですね。そう。ということで、人に優しくしようと思いながら話をしていると自分に嘘をついているように感じます。正直な自分、ありのままの自分とは何ですかという質問に対しては、そのように自分を認めるということですね。人に優しくしようと思って
そうできてない自分がいるな、ということを認めるということがありのままの自分を認めるということです。で、そこで、じゃあ、ストップしないことが大事ですね。そう。それはもともと私たちには、そうやって自分のことばっかり考えて、自分のメリットばっかり考えて、人に優しくしていることですら、最終的にはそれは自分に見返りを求めてやってるんだっていうことを分かった上で、少しでもこの見返りを求めずに、本当に自利心という心を育てて人に接することができる人になりましょう。それが心を育てるということです。それが修行ですね。なので、この、自分自身というものを素直に認める。この自分のずるさ、自分の計算高さ、自分の本当に人に優しくしようと思うとできないということをちゃんと見据える。それを認める。受け入れる。そこから自身の本当の訓練が始まっていくということですね。